こんにちは。ハロプロファンで、アイドルが全般的に大好きなポリフォニーの田上と申します。皆さんもうすぐ2023年終わりますけれども、皆さんアイドル応援してましたかね。私はね、最近そのプロデュース101っていうアイドルのサバイバル番組があったんで、ちょっとそっちの方にハマってたんですけど、はい。皆さんの推しのアイドルっていうのはどうでしたかね。声を出して応援するっていう文化自体が、最近ちょっとねまた出てきてるんですけれども、それが一旦なくなってしまったっていうところがあったんですけど、最近やっとねそれができるようになって、ちょっとまた盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、もしかしたらねコロナもあった中で、推してたアイドルがね解散してしまったとか、そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。でそういうことを考えるとね、推しがアイドルそういったコロナを耐えて生き延びていってくださるっていうことはね幸せなことだなって、推しは推せるうちに推せみたいな言葉もありますけど、はい、本当に幸せなことだなというふうに思います。 JKT48 のリアクション動画たくさん出させていただいてるんですけど、今日はちょっとそれについていろいろ調べてみたので、ちょっとそのお話をさせていただきます。皆さん JKT48 っていうグループ自体はご存知ですかね。48のファンの方だとね、世界各国に AKB48 のね派生グループとしてグループがある中の一つだっていうことでご存知の方もいらっしゃるかなというふうに思いますが、JKT 自体はジャカルタのスペルを取っていて、インドネシアのジャカルタの方で活動している AKB48 の姉妹グループということになりますね。1年ぐらい前からですかね、このチャンネルで、JKT48 のミュージックビデオの方をリアクション動画出させていただくようになりまして、その後も定期的にね新曲が出たりしたら出させてもらっています。でその JKT48 なんですけれども、今はインドネシアの方ですごく人気だということで、はい、皆さんのねたくさんコメントいただいていることからもなんとなくそれは感じているところなんですけれども、 JKT48 の人気とか、あとはどんなグループなんだろうということを私もちょっと興味が出て調べてみましたので、ちょっと紹介していけたらなというふうに思っています。先日 JKT48 のさよならクロールという曲のリアクション動画、これアップさせていただいて、その曲はねシャニさんという方の卒業ソングだったんですね。でシャニさんは JKT48 のキャプテンでグループの顔としてたくさんアップにもなっていたなというふうに思うんですけど、そのグループの顔としてチーム自体を引っ張っていってくださっていたということですので、ちょっとこのシャニさんにフォーカスを当てて JKT48 を紹介できたらなと思います。でちょっと私もあんまりまだ詳しくはないので、もし間違ってるところとかがあったりしたらぜひねコメント欄でこれは本当はこうだよっていう形で教えてくれたりするとすごく嬉しいなというふうに思いますのでお願いします。早速ちょっと説明始めていきたいんですけれども、その前にさよならクロールのリアクション動画の中で JKT48 のインドネシアの人気がどれぐらいなのか教えてくださいっていうことで、コメントぜひ書いてくださいねっていうふうにそこでお伝えしてたんですけど、そこでたくさん、インドネシアの方がコメントを書いてくださっていたので、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。ちょっとまずは一つ目読んでいきますね。 JKT48 はインドネシアで非常に人気があり国民的アイドルとなっていますというふうに書いてくださってました。はい、このコメントでというかコメントの数もね見てたら本当に人気が伝わってくるなというふうに思います。再生数もねすごく多いものはたくさん見ていただいて本当にありがとうございます。でほぼ全てのインドネシア人が JKT48 を知っています。すごいですね。本当に国民的なアイドルだということが分かりますね。人口も多いですしね、インドネシアの。はい、インドネシアのテレビではブランドアンバサダーとして JKT48 を紹介する CM がたくさんあります。そうなんです。CM とかも出ているんですね。で2023年11月11日には JKT48 のパフォーマンスが全国のテレビで放送されます。でちょっとねこのテレビね見てみたかったんですけど、このテレビ放送はちょっと YouTube の公開が以前はされてたみたいなんですけど、
ちょっと今は見れないということで、はい、ちょっと残念なんですけれども、インドネシアでの JKT48 の功績は並外れていると私は思います。並外れているってすごいですね。本当にすごく人気なのだと思います。JKT48 と AKB48 はそれぞれの国で同等の人気がありますが、日本で前田敦子と指原莉乃が人気なら、現状では JKT48 の方が AKB48 より上だと感じます。なるほど、もうそれぐらい人気だということでコメントくださったということですね。そうですね、 AKB48 もそうですね、私が高校生大学生ぐらいの時に本当に前田敦子さんとか大島優子さんがいて、すごくもう本当にたくさん CD が売れていたっていう時があって、 JKT48 は今全48グループの中でももしかしたら一番勢いがあるんじゃないかなという感じがしますね。もう一つ、そのメンバーに対する誰が人気なのか教えてくださいみたいなことを動画内でもお伝えしてたんですけど、ちょっとそのメンバーについてのコメントもいただいてました。インドネシアではアジジとフレヤが大人気ですということで、2人ね名前を挙げてくださってました。この2人はすごく人気があるみたいですね。ここまでねちょっと本当に詳細にコメントをくださっていた方、本当にありがとうございます。では続いて2つ目のコメントですね。新型コロナウイルスのパンデミックによってほぼ壊滅状態にあった JKT48 においとって2度目の黄金時代となります。2021年にメンバー削減とチーム制の廃止があり、2022年から現在に至るまで JKT48 は最高峰にある。そうなんですね。壊滅状態って相当やばかったんですよね。そのコロナ、例えばアイドルとかでも握手会とかを結構中心にやってるようなアイドルだと、そういう接触自体がもうできない時期があったので、なかなかアイドルとのこのコミュニケーションの取り方、日本でいうとスマホでのお話し会に変わったりとかはありましたけど、やっぱりね全然対面とは違いますよね。画面の中で見てるんやったらね、テレビと一緒とか言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、やっぱり生で見たいなっていう需要がある中で、やっぱりそういう距離が近かったアイドルっていうのは壊滅状態っていう風になってしまってもねおかしくないような時で、そういったのを乗り越えてねまた最高峰っていう風になったっていうのが素晴らしいですね。今は正会員28名プラス研修生13名だけでさまざまなイベントを埋め尽くし大盛況でした。イベントもたくさんお客さん来られてるんですね。今年は劇場ショーや製品ブランドのアンバサダー以外にもオフエアイベントがたくさんありました。オフエアイベントという言い方があるんですね。オフ会みたいなことで直接会えるイベントがあったということでしょうね。YouTube にねたくさんモールとかライブの様子がたくさんアップされてて、このチャンネルを通じてたくさん見させていただいたんですけれども、JKT っていうのはイベントにたくさん人が来てるっていうことも含めて、本当に呼べば人が来るっていうぐらいの大盛況っていうことなんでしょうね。で、補足としてコメントこれもいただいている中身なんですけれども、 JKT48 の最初の黄金時代は2012年から2015年でしたということで、中川遥さんね、渡り廊下走りたいにも所属してましたが、なので大体ね日本人も中川遥さんのことは知ってる方も多いかなって思うんですけど、その方がね在籍してた時代も黄金時代で、また今もね、2012年からでいうとね、10年ぐらい時が経ってるんですが、またそこで黄金時代が来てるってすごいことですね。なかなか世代交代がねうまくいかないグループもねありますから、すごいことです。ここまでがねコメント、この2つのコメントは本当にたくさんのことを教えてくださって本当にありがとうございました。私はもう日本人でそのインドネシアの言葉がわからないので、自動翻訳ボタンで翻訳して中身を毎回楽しませていただいてるんですけれども、本当にすごく翻訳しても分かりやすい文章だったので、もしかしたら翻訳しても分かるように分かりやすい文章で書いてくださってたのかななんて思いました。ありがとうございます。その他もね感想のコメントとかもたくさんいただいているのがすごく毎回励みになっています。ありがとうございます。
ではここからコメントの内容も踏まえまして、JKT48 の紹介をしていけたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。まず2012年に結成されているんですね。もう AKB48 も全盛期の時期ですね。世界各国に派生グループができてたのは私にも記憶があります。で JKT48 は、今から12年前ぐらいにね、海外初いろいろたくさん48グループが他にもある中で、海外グループとしては初なんですねの48のグループとしてインドネシアのジャカルタの方で誕生したということで、11月に1期生となる28名がお披露目されたということで、1期生のメンバーとしては皆さんもしかしたら今見てくださってる人は懐かしいなと思って聞いてくださるのかもしれないんですけれども、選抜総選挙2連覇を成し遂げた圧倒的美貌の持ち主のフェランダさん、 JKT48 オタクの間だけではなく一般人でも抜群の知名度があったナビラさん、日本人とインドネシアのハーフで関西人のアヤナさん、ダンスメンバーのベビーさん。このベビーさんって私のリアクション動画でもなんか可愛いなって言ったらベビーだよってコメントくださってたりもなんとなく覚えています。あとは世話好きのキナルさん、日本が好きで特撮が好きなガイダさん、背が高くて表情豊かなシャニアさん、そして JKT48 の顔で伝説のメンバーというふうに言われていた現在の JKT48 ジェネラルマネージャーのメロディーさん、高橋みなみさんって AKB48 にいて、その後総監督になられたみたいな感じで、卒業してからもなんかマネジメントの方で携わるっていうのは JKT でもあることなんですね。あとは忘れてはいけないのが、AKB48 の方から移籍をして努力と根性でインドネシアで人気になった。今もフォロワーさんがすごくインドネシアの方も多くて、私もびっくりしているのがこれが中川遥さんですね。日本の AKB48 でいた時もね活躍していましたが、そのまま移籍をされてジャカルタの方で有名人にもなられたということですね。こういったメンバーの活躍によって JKT はデビューすると瞬く間に人気グループになっていったということですね。インドネシアという国は人口が2億7,000万人、もう日本の倍以上ですね。はい。で、世界で4番目に人口の多い国となります。で、平均年齢が29歳ということで若いですね。で、性格的には楽観的でポジティブな方が多い。なんとなく暖かい地域の人って明るい方が多いイメージが日本人である私もなんとなくあるんですけれども、すごく服とかもねすごく素敵なイメージがありますね、私は。で、食べ物でいうとナシゴレンとか有名ですよね。私も好きなんですけど、あとはイスラム教徒の方が多いということで、ヒジャブというふうに呼ばれる被り物をしているような女性も多く見られます。あとは世界遺産に登録されているような古代遺跡があったりとか、海が綺麗なイメージやっぱりありますよね。たくさんの島があるような国ですので、観光先としてもとても人気があります。私もインドネシアいつか行ってみたいなっていうふうに思います。JKT が人気絶頂に達していた2014年にシャニさんという方が第3期生として JKT48 に入られたということで、デビューするとすごくすぐに人気メンバーになっていったと言いたいところなんですけど、すぐに人気が出たというわけではちょっとないみたいなんですね。実はこの3期生には JKT48 を語る上で欠かすことができないメンバー、もしかしたら今も思い浮かべてる方もいらっしゃるのかなというふうに思いますが、それがアンデラさんという方だそうで、皆さん知ってますかね、アンデラさんのこと。彼女は今でも伝説として語り継がれているほどのメンバーということで、彼女についてはアイドルの全てをね兼ね備えていた、ちょっとそういうもう本当にね、なんかそういう方っていらっしゃいますよね。もう記憶にもずっと残っていくような、
もう卒業してからもずっと求められるようなアイドルっていらっしゃると思うんですけど、そんな方だったみたいで、彼女がもう圧倒的に人気だったということで、今ねミュージックビデオとか見ててもシャニさんすごく目立ってるので、私からしたらっていう感じなんですけど、はい、そのために3期生はアンデラさんとその他大勢っていう感じで、シャニさんもその他大勢の中の一人みたいな感じの立ち位置になってしまっていた時期もあったということですね。運営も彼女をシングルの選抜とか、メディアの露出とかをしていって、アンデラさんを次期エースみたいな形の立ち位置で育てていくということで、いわゆる運営推しになっていったという、そういう方っていますよね。どんどん前に出れる、ね、AKB とかって結構センターすごく重要視しているような感じなんで、そんな感じでアンデラさんをちょっと特別な扱いとして育てていってた。で2015年その次の年のお話なんですけど、 AKB でもある、選抜総選挙がJKT の方でもあって、それの第2回ですね。第2回の選抜総選挙では当時は圧倒的な人気があった。その1期生ってやっぱり特別ですからめっちゃ人気があるメンバーも多かったんですけど、いきなり4位に入られるということで、もう勢いがすごく分かりますよね。でシャニさんはその時は32位だったということで、ギリギリアンダーガールズに入れたということですね。実はね、私 AKB とかでもアンダーガールズの方がなんか見てて楽しかったり個性が出てたりすることもあるんで、私は見るのは結構好きだったんですけど、ギリギリにそこに入れたっていうぐらいの感じの人気だったみたいです。アンデラさんはその4位のスピーチで、来年はセンターになりたいというふうに語っておられたということで、その願いはその勢いからしたらね、いつかも近い時期に叶うだろうってみんな思ってたわけですよね。でそれぐらい当時の彼女には人気と勢いがあったということなんですけど、その年のね9月ですね、 JKT48 を去っていったということで、体調の問題だったということで、期間でいうと1年半でもいなくなってしまったということで、きっと皆さんアンデラロスに陥ったんじゃないかなと思いますね。そうやって運営もしていて、それだけ4位になるぐらい人気だったアイドルが急にいなくなってしまって、その1年半でもっともっと長くやっていくとみんな期待してたでしょうからね、そういった希望の星が急にいなくなってしまったということで、当時を知ってる方もね、もう彼女がもう少しでも長くJKT にいてくれたらっていうふうに思ってた方も少なくなかったみたいで、そういうアイドルってどのグループにもね1人や2人いるかもしれないんですけど、それぐらいちょっとキラッとした歴史に残る存在がアンデラさんだったということみたいですね。もう辞めてしまったらその残りのメンバーでいかに輝いていくかっていうところはちょっと運営の力の見せ所なのかなというところで、次のエース候補を探していくわけなんですけど、1期生もねどんどん歴史が長くなっていくと、卒業の時期を迎えるようなメンバーもいる中で、やっぱり世代交代をしていかないといけないので、どうしようというところで、その次のエース候補になったのがシャニさんだったということで、最初から今みたいにキラキラ輝いていたというわけではないということで、それがちょっと私の中でもびっくりしたことでした。シャニさんはエースとしてね運営が育てていくということで、今までメディアとかに出てたのがアンデラさんだったんですけど、そこから変わってシャニさんになっていったということで、多くのオタクはまだアンデラショックを引きずってた時期ということで、アンデラの代わりは誰にもできないという風な形でシャニさんのことを認めない方もやっぱりね、シャニさんもちょっと辛い時期だったでしょうね。でもともと彼女は前に出るタイプというよりかは目立たないようなメンバーだったということで、エースとして選ばれて、その期待に応えようというふうにシャニさんは頑張っていくわけですね。その努力が認められて、パフォーマンスの良さみたいなところでシャニさんはどんどん劇場公演とかを通じて人気を作っていくということですね。シャニさんの人気を引き上げていったのはパフォーマンスだけじゃなくって、そのファン対応の良さというところですね。握手会での神対応とかで人気を博していくメンバーとかだとね、 AKB48 グループでいうと須田あかりさんとかもね、オタクの
会話した内容とかをノートに細かく残して次来た時にそれに関する内容を話したりとか、そういったところですごく人気を博したりということがありますが、やっぱり努力で輝けるメンバーは私もすごく応援したくなるなというふうに思います。でシャニさんもそのね真面目な性格で一人一人にすごく真面目に丁寧に対応されたということで、対応がいいということで人気を獲得していくというところですね。やっぱりそのなんていうか存在感みたいなところで見せていくアイドルもいれば、そういった努力の過程をこう見せていくところでこう人気を博していくアイドルもいますよね。私はどっちかというと努力型のアイドルの方を推すことが多いなと思います。なんかすごく感情移入ができるというか、そういう本当にその人しかいないっていうアイドルも素敵なんですけど、少しずつできることを増やしていってファンを増やしていくっていうのがやっぱり過程を見せてもらえるっていうのがアイドルの楽しみの一つでもあるのかなというふうに思います。でその後なんですけど、そうやって人気をこう少しずつ上げていったシャニさん、2017年に第4回の選抜総選挙ありまして、ここでシャニさんは1位になるんですね。もともとそうやって32位でギリギリアンダーガールズやったところからもうめきめきとこう人気を上げていってやっと1位というところで、シャニさんは壇上でその前の年と前々の年2連覇を成し遂げていったのがフェランダさんという方だったので、これは1期生の方ですね。そのフェランダさんからトロフィーをこう受け取ったんですけど、総選挙のイベント自体がフェランダさんの卒業公演でもあった。卒業のタイミングで、ちょっと世代交代のちょっと色合いも出ますよね。1位がこう変わるということで、フェランダさんがトロフィーをシャニさんに渡すと祝福でシャニさんを抱きしめたそうですね。すごく感動的な場面ですよね。卒業でもあって世代交代でもあって頑張れという思いもきっとあったと思うんですけど、そのままちょっとフェランダさんにしがみついたままシャニさんはこう離れられなかったということで、その時にシャニさんはフェランダさんに私とても怖いですというふうに語ったということで、もうね本当にそこで世代交代覚悟しないといけないわけなんで、すごく不安は大きかったでしょうね。そこでもう支えてくださってた1期生もどんどんいなくなってということで、一番人気だったメンバーも抜けるということなんで、ここからシャニさんが背負っていくものというのがすごく大きくなるっていうことをきっと実感したんだと思います。そういった出来事もあってこうして彼女は JKT48 のトップになったというところなんですけど、ここまでいくとすごくもう感動的でわーっとこう勢いがあるのかというふうに感じるんですけど、この辺りでね、1期生とのね入れ替わりっていうところでちょっと人気には陰りが見え始めていたというところなんですね。はい、ここまでの歴史、一番最初の黄金期から世代交代と少しちょっと衰退のグループとしてはちょっと衰退していくかもしれないというちょっとマイナスの感じというところまでを今回の動画とさせていただくんですけれども、ここから2回目の黄金期のお話とか次の動画でさせていただこうと思いますので、ぜひそちらの動画もご覧いただければ嬉しいなと思います。でまた何か間違ってるよということとかあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、ありがとうございました。